皆さんこんにちは、あみです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はじゃん、このようなフルーツをテーマにしていまりちゃんの帽子を編んでみました。こちらがぶどうで、こっちはりんご型の帽子を編んでみました。春にはね、いちごの帽子も編んでるんですけど、今回は秋のフルーツを編んでみました。今回の動画ではぶどうの編み方、こちらの帽子を編んでいきます。で、次回の動画ではりんごの帽子を編んでいこうと思いますので、次回もまたご覧いただけたらなと思います。先に両方のね、使用した糸を紹介していきます。全部ね、セリアさんで購入してきました。帽子の本体は七色彩色で編んでいます。で、ちょっと注意なんですけども、七色彩色ちょっと並太のものと中細のものとあるんですけども、りんごの帽子は並太のちょっと太い方を使用して、ぶどうは中細の細い糸を使用しています。糸の太さが違いますので、ちょっと購入される際はご注意ください。七色彩色じゃなくてもアクリル毛糸とかでもね、大丈夫かなと思います。それからりんごの軸の部分は羊ちゃんナチュラルの茶色を使用しています。あと葉っぱの部分はこのアクリル毛糸の緑色でね、編んでいます。糸の太さがちょっと違うんですけど、こっちが並太で、下の2つは中細の糸と表記されています。参考に買われる場合は糸の太さをちょっと注意してください。りんごの帽子の編み方は次回ご紹介します。ではこのぶどうの帽子を編んでいこうと思います。使用するのはこちらの2色、両方中細の糸です。使用かぎ針の目安はですね、3から5号とあります。羊ちゃんナチュラルの方は2から4号とありますけども、七色彩色の方に合わせて今回は5号で編んでいこうと思います。で、あととじ針がねあれば材料は揃うと思います。こちらが今回使用する材料です。では早速編んでいきます。茶色の部分から編んでいきます。細編みでずっと編んでいって、であとはこれはパプコン編みですね。長編みのパプコン編みをずっと編んでいって、最後は中長編みで終わるという、トップからずっと下に編んでいきます。で、間に結構隙間があるので、今回は帽子のねチェーンを通すところは開けずにそのまま編んでいきます。羊ちゃんナチュラル中細です。で、かぎ針は5号で編みます。まずは輪の作り目から始めますので、人差し指に糸を2回くるくるとかけて、でこのように持って輪の作り目をします。はい、そしてこの輪の中に細編みを4目編んでいきます。鎖1目で立ち上がってから、この輪の中に細編みを1、2、3、4目編んで、でこの輪をね絞っていきます。キュッキュッと。最初はちょっと細かいんですけども、4目でスタートします。でそして4目編めたら、最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜いて、1段目は細編み4目です。そして2段目3段目4段目まで細編み4目のままで増減なくずっと編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、そして最初のところにまず1目で、次の目に1目で、次が3番目3目目、そして最後4目目編んで、で最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて、これが2段目ですね。で最初の糸端はちょっとお邪魔になるので一旦切っておきます。で今2段目まで編めました。3段目4段目も同様にして編んでいきます。
、4段目まで編めました。もうちょっと長い方がいい場合はあと 2,3 段ね追加で編んでもらっても大丈夫です。はい、次5段目です。5段目は今1周4目のところをすべて増し目をして1周8目になるように編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がって、で最初の目に細編みの増し目をします。細編み2目ですね。で次隣の目に移って隣の目にも細編みを2目編み入れます。はい、でまた隣の目3目目のとこにも増し目をして、はい、で最後ですね、最後4目目のところにも増し目をすると1周がね8目になっていると思います。そしたら最初のね細編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい、これで5段目が編めました。次6段目です。6段目は細編みと鎖編みを組み合わせて編んでいきます。まずは細編みを編みます。鎖1目で立ち上がって、で最初の目のところにここに細編みを1目だけ編みます。まずね細編み1目編んで、そしたら次隣の目にも細編みを編むんですけども、その前に鎖編みを3目編んでから隣に移動します。鎖編みを1、2、3目、鎖を3目編んでから隣の目に細編みを1目編みます。でまた隣に移動するんですけども、隣に移動する前にまた鎖を3目1、2鎖編みを3目編んでから隣の目に細編みを編みます。で同様にしてまた鎖3目と細編み、鎖3目と隣に細編み、これをね繰り返して1周編んでいきます。で前段の1周の目が8目ありますので、今半分までですね1,2,3,4個編めたんですけど、この輪っかの鎖の輪っかのところが全部で8個できるかなと思います。最後鎖編みを3目編んだら、最後は最初の細編みの頭ここに引き抜いて終了なんですけれども、これでねもう茶色の部分は終わりになりますので、紫色に糸を変えます。紫色を持ってきます。そしてこの紫色の糸で最後引き抜きます。はい、こんな感じです。はい、これで6段目まで編めました。この時点でねちょっと一回サイズ測っておきます。直径が約 3.5 センチくらいかな。で高さが約2センチぐらいかなと思います。次7段目ですね。7段目は先ほど編んだこの鎖3目のところですね、8箇所あるところを側に拾いながら、長編みのパプコン編みを編んでいきます。で鎖と鎖の間にね細編みが1目ずつあるんですけども、そこには長編みを1目編んでいきます。さあじゃあ編んでみますね。まずはね細編みの目のところなので鎖編み3目で立ち上がって、これを長編み1目とします。長編みが編めたので次はこの鎖編みを側に拾って長編み4目のパプコン編みを編んでいきます。パプコン編みはまず通常の長編みを編んでいって1、2、3、4、はい、編んでいったらちょっと長めに糸を残しておいて、で最初の1、2、3、4最初の目ですね、
最初の長編みの目のところに針をもう一回入れておいて、先ほど残したこの糸、ここの糸にも針を入れて、そしてこれを一気に引き抜きます。でそして鎖編みを1目だけ編んで、これが長編みのパプコン編みです。ちょっとぷくっとしたね形に仕上がります。でパプコン編みの次は前段のね細編みのところに長編み1目編むんですけれども、その前に鎖編みを1目だけ編んでおきます。そして前段の細編みの上に長編みを1目間に挟んで、でこの隣のですね、隣の鎖3目のところにまた長編み4目のパプコン編みを編みます。1、2、3、4。はい、長編み4目編めたらちょっと糸を引き出しておいて、で1、2、3、4、最初の目のところに針を入れて、で先ほどの糸を一気に引き抜きます。そして鎖編みを1目編んで、でこれで2個目のパプコン編みが編めました。で次は長編みなので、その前に鎖編みをもう1目編んでおいて、それから前段の細編みのところに長編みを1目編みます。これをね8箇所繰り返して編んでいきます。で茶色の糸はちょっともう使わないので、ここでね一旦切りますね。はい、最後鎖編みを1目編んで、でこれで1周編んできました。1周編めたら最初の立ち上がりの鎖編みが3目ありますので、その3目目のところに引き抜きます。これでね7段目が編めました。はい、次8段目ですけど、8段目はですね、先ほどこのパプコン編みと次の長編みまでの間に鎖編みを1目編んでいるので、そこを側に拾ってまたパプコン編みを編んでいきます。今度はもう長編みは挟まずに、もうパプコン編みだけを編んでいきます。この段では増し目をしたいので、ここの鎖編み1目のところに2つのパプコン編みを編んでいきます。まずはこの鎖のとこに移動したいので、鎖のところまで引き抜いて移動してきます。そこから鎖3目で立ち上がって、で7段目はパプコン編み長編み4目でずっと編んでたんですけども、ここからは全て長編みを5目に増やして、ちょっとボリュームをね持たせようと思います。まずこの最初の鎖3目も長編み1目とみなして、でここですね、鎖を側に拾って長編みをあと4目編んでいきます。1、2、3、4、はい、5、はい。で長編み5目が編めたらちょっと引き出しておいて、で最初の目はこの鎖3目目ですね、ここに針を入れて、はい、引き出して、で鎖を1目編んで、これが最初の長編み5目のパプコン編みです。で同じ場所にもう1個パプコン編みを編むんですけども、その間には鎖編みを2目編んでからパプコン編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、そして最初の目のところに針を入れて、で引き抜く。
で鎖、こんな感じですね。前段鎖1目のところに2つのパプコン編みを編みました。そしたら今度は隣のこの隙間ですね、鎖編み1目のところを側に拾っていきます。その前にまたね、鎖編みを2目編んでから隣に移動して長編みを5目、1、2、ちょっとね長編みはゆったりめに編んだ方がパプコン編みが作りやすいかなと思います。5、はい、で5目編めたら最初の長編みのところに針を入れて、で引き抜く、で鎖で1つ編めたら間に鎖を2目編んでちょっと寄せて、もう一度同じ場所にパプコン編みを編みます。前段の鎖のスペースが全部で8箇所あるので、全てに2つずつ入れていくので1周でね16個できます。でね、同じようにして1周編んでいきますので、ちょっと早送りで飛ばさせてもらいますね。最後鎖2目まで編んできたので、最後はこのパプコン編みの頭の目のこのところに針を入れて引き抜いて、はい、これで8段目が編めました。でここから9段目10段目は同じ編み方です。今まで通りパプコン編みを編むんですけども、前段のように2目入れたりしないで、そのままねこの鎖編みのところを側に拾って、この鎖に1つずつ、ここに1つ、次ここに1つっていう感じでパプコン編みを16個のままで編んでいきます。では9段目です。9段目、まずは鎖編み3目で立ち上がって長編み1目とみなしてから、ここの最初の鎖のところに長編みを合計5目ですね、前段と同様に長編み5目のパプコン編みを編んでいきます。1、3、4、5、2、4、5、5目編んで、最初は鎖の3目目ですね、そこに引き抜いて、で鎖編みでパプコン編みを1目編んだら、またね鎖編みを2目編んで、で次隣に移動します。ここですね、長編みを1、2、3、4、5で最初のところに針を入れてパプコン編みが2個目、そしたら鎖編みを2目編んでから、でまた隣に移動して1、2、3、4、5で最初の目のところに入れる。こんな感じですね。こんな感じにして同じように1周16個パプコン編みを編んでいきます。で10段目も全く同じです。10段目も同じ編み方で1周編んでいくので、10段目のね終わりのところまでちょっと飛ばさせていただきますね。はい、10段目まで編めました。だいぶねモコモコしてきてますね。次11段目ですけど、11段目からはもう、パプコン編みは終わりで、まずは11段目は細編みを編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がってから、最初のパプコン編みの頭のとこですね、
に細編みを1目編みます。そして前段の鎖2目のところは細編みを2目側に拾って編みます。で次またパプコン編みの頭のところに細編みを編んで、鎖編み2目のところに細編みを2目編み入れます。こんな感じでね、前段の目を拾いながら細編みを1周編んでいきます。1周の目は全部でね1周48目になるかなと思います。1周編んできたら最初のね細編みの頭に引き抜いて、これで11段目が編めました。次12段目と13段目ですけども、12、13段目は中長編みを編んでいきます。で増減なく1周編むので46目中長編みを編んでいきます。鎖編み2目で立ち上がって、でここは最初の目なのでここですね、この目から中長編みを編みます。でこれ今12段目ですけども、13段目もね全く同じ編み方で1周編みます。13段目も中長編みを増減なく編みますので、なのでちょっと13段目の終わりまで飛ばさせてもらいます。はい、13段目まで編めました。はい、これでね帽子が編み上がりました。で最後糸を切って、で糸始末もしてしまって、これでぶどうの帽子の完成です。でサイズを測ると頭周りの1周が約26センチくらいです。先端からの高さが約9センチくらいですね。ちょっといまりちゃんにかぶってもらうとこんな感じです。身がモコモコしてます。ここにね葉っぱとかつけてもいいかな。こんな感じでね、今回はぶどうの帽子をお伝えしてきました。次回はね続けてりんごの帽子を編みますので、そちらもねご覧いただけたらと思います。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。